はい、こんにちは。ヒコサイモンです。もう知ってる人いっぱいいると思うんだけど、知らない人もいるかと思って、この間、こういう日本に住んでる動画を作ってるブロガーの中で、ちょっと大喧嘩なっちゃって、で、その中でも俺ももう平和になるように長い動画作ったんだけど、英語で。で、もうそれすごい見てくれてる人、びっくりした数字の人いっぱい見たんだけど、でもちょっとそれに追加して、もうその話をまとまって、そして自分の思いをいろいろちょっと追加したいと思いますし、ちゃんとした動画で説明したいと思いますんで、聞いてください。はい、じゃあまず趣旨を説明する。趣旨はですね、知ってる人いっぱいいると思うんだけど、佐賀県に住むアメリカ人のボビー・ジュードというブロガーがいて、で彼はもうちょっとやっぱ佐賀県のどこにいるのかわかんないけど、でもとにかく多分他の外国人はあんまりいないところで、もう彼はすごい日本語を勉強したり、もう日本の文化とか勉強して尊重したりして、もう知ってても、もういつまでもね、いい風でもね、悪い風でも、ほとんどいい風だけでも、もういつまでも外国人扱いされることが、もう俺いくら頑張っても、もう日本人扱い、日本の普通に社会に馴染めることができるのかと、もう悩みをもう動画に出して、でそれでいろんな回答があって、その動画の中で俺は何を言ったのかというと、基本的に自分のストーリーで、自分のストーリーはですね、日本に来た時に思いっきしね、もう他の外人よりも誰でも歴史上の最高に日本人になれた外国人になるつもりで日本に来た。で、そういう風にすごい頑張った。で、その中ですごいきつい仕事とかして、で疲れて、いろいろもう本当に巻いて、もうやっていけないと思ったところで、いろいろちょっとね、考えて、で、結局、日本文化とか日本人っていいところも悪いところあるし、俺自分の文化とかいい価値観とか悪い価値観もあって、で基本的に自分の身を捨てて日本に入ったんだけど、やっぱ参っちゃいそうなところで、ちょっと待って、俺の文化もこういういいところもあったんだよね、とかって。でそうやって、じゃあ俺ももう完全に日本人にならなくていいんじゃんとかって。その中でね、本当日本の社会ってね、日本人もだってすごいきついし、もうそう佐賀県にいる人だって、外国人ってことでも余計難しいと思うんだけど、でも日本人だってそういうところも簡単なところじゃないの。そういう、いろいろめんどくさいルールとか習慣があったりして、で日本もね、そういう決まりとかルールが多くて、外国人にももちろん難しいんだけど、でも外国人だけじゃないよ。日本は本当大変だよとかって、日本人だって難しいんだよとかって、そういう風に、もう長くいて疲れた人に向けてそういうアドバイスする。よしよし、大丈夫。君は君のままで大丈夫だと言ったんだけど、でもちょっと心配なのはですね、その動画をいっぱい見た外国人の人が、よかった、俺は日本に行ったら完全に日本人になろうとするんじゃなくて、自分のいいところを守って、日本のいいところだけピックアップするっていう、いろんなコメントがあったんだけど、確かにこれはある意味で、一辺で逆のこと言ってるように聞かれるかもしれないんだけど、これ一つね、その動画投稿したくなかった理由ですよ。人によって俺は違うアドバイスをあげる。で、まだ日本来てないとか、長くいない人に向けては、僕は勧めるのは、無理だと思っても、日本人になる気分で日本に来いと。変だけど、本当に最初は、あんまりね、逆にこだわらない。こういうやり方を、例えばいっぱい残業するとか、上司と飲みに行くとかって、そういうこととかって、最初は自分でやって、自分取り入れて、理解してから、あとはね、自分の評価とかつけていいんだけど、あんまり最初からこだわると、そういう問題は、あんまり深い理解にはならない。だから本当に、深くいくほど、深い理解ができて、でそうやっても後からですね、後から自分の判断とか、長くいて疲れたら、本当は、いや、君は外国人でいいとかって後で、本当にそれでいいんだったら、もう日本人国籍とかでもね、日本国籍とか、いろいろ永住権でもいいし、俺もね、自分なりのね、できるだけ日本人になろうとして、で、もう、後からね、ニュージーランド人のいいところもあるし、もう自分なりのバランスも最終的にとって、で、もう永住権者でいいって判断して、まだ日本国籍取るまでにはね、やっぱ、だって日本だってね、日本人にとっても難しいところいっぱいあるんですよね。だから、でも言いたいのはですね、日本人が海外に行ったり、で外国人は日本に来るんだったら、
もちろん自分のやり方でいいと思うんだけどね、みんなそれぞれの道あると思うんだけど、でももし俺にアドバイスを聞いたら、俺のアドバイスはですね、初めて来るんだったら、そこの地元の人になる気分で行くようにね、佐賀県に行ったらもう佐賀の人になるように、東京来るんだったらもっと外国人いるんだけどね、でも外国人いっぱいいても、もう本当に日本人になる気分で東京来てもらいたいですね。で、逆になんか日本人もね、海外に行ったら、アメリカに行ったら、アメリカ人になる気分で、本当にアメリカ人になりすますように、アメリカに行って、ニュージーランドに行ったらもう羊になるぐらい、真剣に、その人になろうとして、そのルールとか言語とか喋り方とか決まりとか全て、死んでもね、本当なんか頭おかしくなるもう直前までにも頑張ってなる気分で行くように進める。で、それでもう本当にワンチャイスの時に、いっぱいいっぱいになる時には、それで自分のところとか思い出して、本当にこういうことをしたことで、もう自分の文化とか自分の価値観ってすごい簡単的に評価できるようになって、結構ね、すごい、もう本当に人のいろんな理解ができて素晴らしいことだと思います。こうできると。本当になんか自分の人生が本当に豊かになると思いますんで、すごいこういうやり方も、向いてない人多いと思うんだけど、でもできるなら、これ一番、個人的の俺の勧めです。はい、そう言いたかっただけです。ぜひこれからもなんか普通の動画紹介したいと思うんだけど、今日はこれまでで、はい、いいです。